はい、皆さんこんにちは。大和道スタッフの JK、そして大和道鎌倉のスタッフ王子です。慣れてない。慣れてない。まずね、UL ハイキング研修アイスランド600キロ、無補給で行ってきた大和道鎌倉スタッフ、王子さんに、いろいろと引き続き聞いていきたいなと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。もうちょっと兄さん、本当何回見ても思うけど、王子さんじゃなくてガンジーさんみたいな。痩せたからね。痩せた。大和道ジャーナル。やっぱりちょっと今回他に、一番最初の動画でいろいろアイスランドってどんな場所なのかとか、どんな景色があって、どういう環境で、白夜でとか、ちょっといろいろ聞かせてもらいましたけども、やっぱちょっとそういった環境、そういったトレイルをどういった道具で2週間以内、600キロを13日と16時間で、本当ファストハイクをしてきたと思うんですけど、それをどうやって乗り越えることができたのかっていうのは、やっぱもちろん王子さんのスキル自体ももちろんあると思うんですけども、やっぱりそこには道具のいろいろ思考を巡らして、そこを形作っていったから乗り越えることもできたっていうのもあったと思うんですけども、まずなんか今回その食料、何を食べたんですか？ベスト5であげようかな。でまず5位でいくと。5位でいくと、はい。ちょっと待って。はい。じゃあ、まず5位から、これ行動食になるんやけど、黒糖。黒糖。ほう。今回甘いもんとして、みんなチョコとかいろいろさ、持っていくやんか。でも俺あんまチョコとか普段食べへんし、一応少し自然派志向な感じで売ってるから結構無添加なものを食べたいのよね。黒糖に味がバリエーションある黒糖のものがあって、それを持っていって。それは栄養としてどういうのが取れる？ミネラルと糖分も取れる。糖分も取れる。糖分が取れるとパワーになるからね。そう即効性があるのは糖分が必要だから、あとはミネラル取れる。なるほど、でかいね。ベスト4は？ベスト4はジョージからお土産でもらった屋久島のあごだし。あごだしはええな。あごだしはええわ。そもそもやけどやっぱ異国の地に行って、アイスランドっていう場所で全くその出し物がないから。そうやね。これがまた良かったよ。限りがある。これは行動食？これはね、食事に使ってるんだよね。使ってたんや。限りがあるからここぞというところに合間合間にさやっていくんやけど、パワー出るよね。出るよね。うわーってなるよな。でそれと組み合わせて使ってたのが、僕の妻みなちゃんの自家製味噌。これ3かな。これ見たわ。お味噌持ってってるやんと思う。そう。味噌って実は腐らないね。もうすでに発酵してるものだから。ってるやから。冷蔵庫に別に入れる必要がないもので。確かに。これとあごだしよ。もう家庭料理を。いやほんまに奥さんみなちゃんの作ったお味噌を。その味噌もどんな感じで食べてたの？それはベースをその味噌汁のようなベースにしてクスクス入れて、でこれナンバー2に入るのが向こうで買ったアイスランドのバター。バター、ブロックのバター。へえ、結構でかいやつ。でかいやつ。バターはやっぱね結構ロング歩くんだったら必需品ですからね。でだから味噌バターにしてクスクスして食べる。あごだし味噌バター。うまいな。もうちょっとごめん。なんかトレイルフードやの余談出てきた。むちゃくちゃうまい。へえ、そうか。いやいいね。ちょっとそれ今度また一回鎌倉ショップでねミニイベントでやってもらいたいね。どんな味なのか。みんなもぜひ試してください。で他ほなベスト1か。1はポップコーン。マイクポップコーンとかね、よくコンビニ売ってるやつは持っていきますけど、どういう状態で持ってたの？もう豆の状態。なるほど。まだパーンって弾けてない。弾けてないやつ。あれを50人前1キロ。すごいな。1キロも。そうやで。ごっつ。へえ。それが行動食。行動食にしてた。もうずっとポップコーン。へえ。でもさ、それってさ、結構火力いるんじゃないの？火力はいるんやけど、ポップコーンってそんなに強火とかでもやらないし。じゃなくていいんや。でもちょっと油はいるんかな？油がそれバターにしたんや。そう、バターソルト。塩も持って行ってたんやけど、だから味付けはもうずっとバターソルト。バターソルトでいってたんやね。なるほど。じゃあ結構そのポップコーンを常に
朝とか夜とか。そう時間ある時にポップコーンって基本 20g ぐらいしかできないね。たくさん入れすぎると豆が。どれでやってたんポップコーン？ポップコーンは今回持ってた。でかさいるよね。これグリースポット。あ、今回グリースポットでいったんや。年季入ってるね。そうこれを毎朝か夜3セットぐらいずっとこうやってポン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 でそれを詰めて毎回行動食として食べしてたんや。なるほど。またねポップコーンもこう出来たてっていうのって美味しいし匂いもいいからね。なんかこう行動食ってどうしても味気なくどんどんなっていくもんなんだけど、まあ毎回作ったりとかするんだったらね、それはまたこうニューアイデアな感じですね。そうやね。なんかそれはどういうとこから来たアイデアなの？ポップコーンも栄養素は結構高くて、今回栄養素についてもすんごいいろんなこと調べたんやけども、あとそれと栄養素が高いものプラス油、バターでカロリーも取る。で腹持ちのことを考えたらやっぱポップコーンって膨れ上がってるじゃない。だから腹持ちも結構良くて、消化にも少し時間かかるから。そうでパワーもやっぱりむちゃくちゃ出て、ポップコーンをもう行動中食べたらむちゃくちゃ歩けるようになって。そうなの？なんかポップコーンってそんなに映画の時に食べたりとかするっていうイメージしかないから、あんまりこうパワーフードみたいな感じしないけど、実は結構栄養価高い。高いんや。あれってトウモロコシ？トウモロコシ。なんて？トウモロコシ？トウモロコシ？なるほど。いや面白いな。ちょっとやっぱフードは結構兄さん癖強な感じで、そうですね。っていう感じでしたね。いやすごい素晴らしいフードだと思います。大和道ジャーナル。じゃあ今回道具、やっぱりこう僕の中では結構一番気になってたのが、無補給ってことは、そんだけ街に降りないってことは、どうしても充電とか、そういうのできないやんか。で結構こう道中電波あったから、携帯もアップしてたし、基本ね山の中入ってたらエアプレインモードにしてたら大体3日4日ぐらいはもう充電しなくても GPS 見たり写真撮ったりするだけでやったら持つと思うんだけど、今回充電とかどうしたの？一応今回ログずっと撮ってたんよ一応。撮ってたんや。スタラバで撮ってて、だから結構減るわけで、ログと地図を両方それでやってたんで、今回活躍したのがソーラーパネルかな。すごいな。なんかかなり強固な。しかも結構割としっかりしてるね。しっかりしてる。踏んでも全然大丈夫。これってなんか最新のやつ？意外と最新のやつ。これよりもう一回りもう一回りちっちゃいやつもここの会社から出てんねんけど。何グラム？これ600グラム。600グラム。結構あるな。でもソーラーで言うと軽い。これぐらいの規模のソーラーで言うとね。これはどれぐらい例えば充電がスピードがあったりとかするの？これがねでも役には立ったんやけど、実際アイスランドの太陽の光って弱かったよね。そうなん。日本で試した時はもうカンカン照りやったら、例えば5分10分で iPhone が 20% ぐらいプッて回復するぐらいのスピードはあったんやけど、やっぱりそこまではなかったっていうのは今回ちょっと役には立ったけど、そこまで期待するほどではなかったなっていう。これはメーカーどちらのやつ？メーカーはねなんかクラファンで買ったね。クラファン好きよね兄さん本当。なるほど。クラファンで買ったからちょっと分からへん。じゃあ実際持っていったけど、そこまで太陽の熱での充電できなかった。そうやね、思うほどはできなかったけど、ソーラーパネルの使い方っていうのがすごい分かった。だから動きながらはなかなか充電できない、止まってないとできないとか、あと iPhone の充電するためにはある程度のパワーがいかないと充電始まらないよね。そうね、確かに。だからその代わり外部バッテリーにつなぐとちょっとの電力でも充電できんねん。そうなんや。だからバッテリーに充電ずっとしとくっていうのが重要。なるほど。じゃあ白夜だから寝てる間ずっと外置いて、だからそれはオートマティックでいいよね。ちなみに今回、全体的なベースウェイト、これは何グラムでいった？これは 4.5 かな。もうあんなカリッ
カリに削る兄さんのパッキングが珍しくまた 4.5 って。4.5、カメラも入ってるしね。ね、あ、そうなんや。ウルトラライトハイキングのベースウェイトって水と食料と燃料、これを抜いたベースっていうもののウェイト、重量が変わらない重さ、これが 4.5 やったってことで。まあでもこんな重たいね、もの持って行ってたとしても、それでも 4.5 いけたんや。4.5 でいった。結構他のところで削る部分としては何を大きく削った？今回別に特にあんまり何も削ってない。こう通常の自分の重量というか、荷物で。まあ通常持っていかないものもプラスアルファで持って行ったりもしてたし、例えばね、こういうものとか。こういうまあそんなに重たくないけどとか、まあバッテリーもカメラのバッテリー5個ぐらい持ってってたし、すぐなくなるカメラやからバッテリーが、そういうのもあったし、結構だから通常持っていかないけどかさばるものじゃないけど、今回の旅で長く歩くから使うよっていうものぐらいかな。だからその他に無駄なものは持っていってないっていう感じでは。なんかこう寝袋とかで寒いとか、なんかいろいろそういった道具によるこうトラブルみたいなものはなかった？そう、今回はね、その道具に関しては的中した。もうこの上ないぐらいハマったっていう気持ちいいな感じで。なるほど。であとまあ寒い時が一瞬あったんやけど、それも工夫でなんとかできた。その工夫で言ったら足元が寒かった時に、風で寒い。風で寒い。やっぱり風が吹き込んでくるから。樹林がないから。で足元だけ寒い時は最終的に使ったのはパックライナー。パックライナー。パックライナーは足元にもかぶす。もうそれだけで十分もう。全然蒸れるしね。そう。で今回はVBL 引き続き行ったから。持ってったんですか？もう VBL でずっと行ってた。ああ、そうか。で寝袋自体は特に持っていかなかった。河川にした。MLD の河川。MLD のマウンテンローラルデザインの何グラム？480とかか。なるほどね。じゃあまあそれと寒い時はベーパーバリア使って蒸らして。そう。基本でもずっとベーパーバリア使って。じゃあ結構朝はびちょびちょやったの？いやこれが全然びちょびちょにならなくて。なるほど。これ多分風やな。そう、風とやっぱり適温だったら汗かかないわけ。こっちももう蒸れない。だからちょうどよかったそれも。なるほどね。まあそこもこう一つ運もあったって感じか。そう。ウルトラライトハイキングっていうのをこう突き詰めていくっていうのって、その軽い道具をこうたくさん集めて、4.5 にするっていうのって、今の時代やっぱ本当言っちゃうと多分誰でもできるなっていうところにはなってきてると思うんですよ。だけど、その先のウルトラライトハイキングっていうのって、自分自身にそれが全て最適化されてるかっていうところ、それを知るっていう作業。これは兄さん本当に常に、いろんなハイキングに行ってきて、まあこの直近でも信越天富とか行ったり、京都一周トレイル行ったりとか、本当こう歩いたり走ったりしていく中で、レイヤリングに全ての道具の良し悪しと自分がこれに対してどれぐらいでいけるのか、この境に対してってこと。これ全部、本当把握してたから、できたっていう。そうやね。だから今回は雨も結構降るような場所やから、どうしても濡れるっていうことも想定してたから、やっぱ河川がやっぱり重要やなっていうところで、VBL っていう手法、あれが的中したなっていうなんか当たったって感じなんですね。なるほど。逆にこれあんまりとか、これすごく良かったとか。悪かったっていうのは本当特になかったんよね、今回。テントはね、あれでクロスオーバードームで。そう。クロスオーバードームをそこぶち抜いてんのよね。あ、そうなんや。もう切っちゃって。そう。で、スカートみたいに外に出せるようにしてて、まあ石とか置いたりとかして。で、あれ四つ角にペグダウンするだけやから。で、まあ風が強いっていうのがあったから、やっぱりどうしても自立の方が、まあ耐風性が高いっていうところがあるんで、今回はそれをチョイスしてて、であと雨も降る。で、クロスオーバードームで耐水圧が2000か3000しかないのね。だから大雨になってくるとやっぱり中も濡れてきて滴ってくるんだよね。でこれぶち抜いてるから滴ってきても下に行くんか。そうでフロアがそのままついてたら溜まっていくやんか。確かに。だからそれも全然大丈夫。クロスオーバードーム自体をカスタムして。そこのところ全くないような状態で。そうトレイル中はあんま雨降られへんかってんけど、寝てる時に雨は結構降ってて、それも的中してたね。いや皆さんこれですよ。
これがやっぱ言えるハイカーですよ、本当。やっぱ市販されてる道具自体に対しても、どうやったら自分自身のね、よりハイキングを快適にできるかっていうことを使い込んでいった中で、まあ、それをもう本当カスタムしちゃうっていうのも一つウルトラライトハイキングの面白さであり、で兄さん、ちょっとストーリー見てて一個心配になったのが、風速40メートルって何って思って。いやいやほんまやな。どうやったんそれ。その日まあ40キロ今日歩いて、まあ野営地ここでまあ野営しようと思ったところがあって、でちょうどそこ電波が入ったからウェザーニュース、ウィンディー見ようと思って、まあもうそれは毎日見たいのよ。アイスランドって本当コロコロ天候が変わるっていうのを知ってたから、やっぱり明日の状況明後日の状況っていう電波が入るところでやっぱり見たくて、で見たら明日明後日から普通で25メートル。普通で25メートルってやばいよね。瞬間43とか。やばいね。そんな風とかってさ、日本で体験できる場所ないよね、ほんま。ないと思う。ってなって、これやばいな。計算の仕方間違えてんちゃうかって。だからやばいなって。で、そのマップも出んのよ、その風が強いところっていうのは。でも俺が歩くとこやん明日からっていう感じになって、夕方着いたけど、ここからちょっと離れないといけない、まだ進まないといけないってなって、そこから50キロ。もう野営して野営地着いて、まだテント立てる前に天気を見て、そしたらもう風が強いっていうことが分かって、明日から。ここでとどまってたら多分ここでずっといないといけなくなっちゃうし、その中でこれテント飛ばされるんちゃうかって、そんな40メートルの風これ耐えられへんやろと思って、ここには入れられへんと思って、停滞はできない、したら2日後潰れるからもう動こうと思って、でそっから夜中2時まで50キロ、次の日に行く予定だった野営地まで歩き続けた。だ計90キロその日。もう満身創痍通り越すよね、そんな。その日はもうだんだん暗くなってたから夜にもなったんやけど、もう歩きながら幻覚見たもんね。自然と対峙するっていうことが本当今回分かったかなっていう感じがしたね。大和道ジャーナル。まあじゃあ今回はいろいろとその食に対するそのこだわりであったりとか、美味しいものをちゃんと食べるっていうそのテーマもあったと思いますし、そのやっぱ2週間無補給で行く、無充電で行くっていうところとか、いろいろとこうね、自分自身のそのやってみたいことっていうのをこのアイスランドの旅でメイクされたと思いますけども、最後に一つちょっと感想をまたお願いできますか。まあ本当今回、自分の中ではその経験したことないことにチャレンジする。まあ今まで7泊ぐらいのトレイル歩きはしたことはあるけども、それ以上、しかも600キロ。600キロはすごい。はもう考えたこともなかったんで。でまあそれができるのかどうかっていうのも実際、行ってみないとこれ分からないなって、自分の足も含めてね。でもまあ今回本当に天気に救われたっていうっていうところはほんま非常に大きいなっていうことがあって、それがなかったらもうちょっと厳しい状況があったんじゃないかな。そんな風に感じる。なんかその辺は本当に非常に感じたところであって、あともう本当に壮大な広大な自然の中で、ちょっとやっぱり何にもないところで一人ポツンといる、誰にも会わない、まあハイカー実際に2人ぐらいはあったんやけど、もうブワーってなってるところでもう何日歩いても一人っていう状況で、やっぱりちょっとね、怖さっていうか、なんやろ、この状況大丈夫みたいなにも陥ったり仕掛けになるんやけど、したりするんやけど、自分のこの背負ってる道具、衣食住背負ってる道具を信じたら、むちゃくちゃ安心して、俺今までこう歩いてきてるから、もうこれ大丈夫や、これで、このまま何があっても多分歩き続けれるっていうことを歩きながら感じて、それが勇気になったというか。なるほどね。
こうね、長年付き合ってきてる道具もあるし、考え抜いた道具もあるし。なるほど。まあでもやっぱこう、そんな草原のところでね、もう本当四方八方、自分のことを知る、ここにいてるってことを分かってる、認識してる人なんていないからね。いないし。なんかあったらもう自分しかね。そう頼るところはないし、道具しか。道具でこれで生きるしかなかったんで、その辺は本当に今回歩いてて、その大事さみたいなのを感じましたね。いやー、素晴らしい旅やったと思います。ありがとうございます。ちょっといろいろとこうストーリーを見てたりとかもしまして、心配もね多少あったけども、行く前みんなだいぶ心配はしてたけど。ほんまやでもう帰ってこうへんみたいな感じでみんなお別れされてたから。まあみんなねそれぐらい本当こう未開の地というか、まだみんなが本当アメリカ行ったことある、イギリス行ったことあるとか、そういうわけではない場所だから、兄さんはこうみんなが知らないことを一つね、やったっていう。で、こちらね、ジャーナルズ、大和道のジャーナルズの、記事でも、公開されますので、はい。そちらはね、もっとさらにこう、詳しく道具のことであったりとか、どのようなこう、レイヤリングをしてたのかっていうところも、載ってると思いますので、ぜひそちらも、見ていただけたらなと思います。はい。じゃあちょっと兄さん、最後に今回の UL ハイキング研修のテーマ、はい、お願いします。自然の奇跡を求めて白夜を突き進むアイスランド。南北縦断無補給600キロの旅です。白夜の時期で夜がなかったの。むちゃくちゃ明るいから。景色のベスト3。すんごい崖がずっと続くような。一面こうボーンって氷。そこね、歩かなあかん。歩かなあかんの。大和道ジャーナル。